はい、皆さんこんにちは、まーさんです。今日は久しぶりにね、カッと晴れて秋らしいいいお天気になりました。その分ちょっと暑いんですけど、暑くてね、湿度が低い方がペンキ塗りには最適ということで、今日は車のね、中を色を塗っていきます。用意した塗料は、鉄部建物トタン用の油性光沢ありの塗料。塩害酸性雨排気ガス紫外線からしっかりガードなんて書いてあります。これのね、色をいろいろ悩んだんですが色をいろいろ悩んだんですが、やっぱり薄青がいいなと思って、でも薄い青がこういうペンキになかったので白と青を買ってきました。なのでこれを混ぜてね、薄青にして塗っていくと。そしてね、こういうハケで塗っていこうということです。今日はそういう作業をやっていきます。はい。ということで、作業を開始していきます。先ほどの挨拶動画は塗る直前に撮ったんですけれども、作業の方はもうちょっと時間を戻したところから紹介しまして、前回の動画でロールケージを仮組みしたところまでやりましたので、その仮組みしたロールケージを一旦取り外しました。そして、塗るための準備、下地作りというかね、ひたすら掃除ですね。室内の後ろ半分は前にリアシートを取り外した時に、ある程度綺麗に仕上げてプラサフまで塗ってあるんですが、ただ横のところはですね、カバーをつけたままにしてました。今回はその横のカバーも外したままにしてしまいます。どのみちロールケージの邪魔になるのでね、もう外してしまいます。ですからその辺もきれいに掃除をしていくと。はい、そしてアンダーコートですね。前回の動画でアンダーコートは剥がさないと言ってましたが、掃除し始めたらですね、なぜか気がついたら剥がし始めていました。ただ、全部剥がす気はなくてですね、今これ剥がしてるのは、サイドブレーキの周りって言えばわかりやすいかな。最初はアンダーコートの上についた汚れを掃除してたんですけど、アンダーコートの上にですね、配線を止めるシールの跡とか、カーペットをのり付けしてあったカーペットの残骸とかがいっぱいついてるんですね。それを掃除してたんですが、アンダーコートの上を掃除するのってすごいなんか虚しい作業だということが分かって、ピッチクリーナーとかをかけるとアンダーコート自体が溶けてくるので、掃除のしようがないんですね。それでどうしようかなと思って、よく考えるとこのサイドブレーキの周りって後で仕上げてシートとか全部取り付けた後でも結構見えちゃう場所ですよね。ですからもうここだけやっぱりアンダーコートを剥がそうと思いまして、こうして剥がし始めちゃいました。まだ気温はそんな低いわけではないんですけれども、意外とね、パキパキと、固まったまま剥がれてくれたので、最初思ってたよりは楽に剥がせましたね。こうしてマイナスドライバーをタガネのようにというか、のみのようにというか、使って剥がしていって、残ったやつをスクレッパーでカーッとこそぎ取って、ちょうどそうするとこんな状態になって、これはスクレッパーでこそぎ取る前ですね。ここにスクレッパーをガーッと当てて、それでも残ったやつをピッチクリーナーできれいにしていくと。前回の動画でこういう車いじりをするとき、ボディに穴なんか開けちゃうときは自分の車だと思うなと、他人の車だと思うからバンバン開けていけるんだというような話をしましたが、今回やってるようなこういうね、ちまちました掃除は全く逆で、自分の車じゃないとね、なかなかこういう作業できないですよね。はい、次の作業なんですが、ちょっと塗装と関係ない作業になります。今触ってるところ、ロールケージを固定する部分なんですが、このようにデコボコなんですね。強度を出すために鉄板が曲げてあります。もうこのままね、細かいこと考えずにガーッと強引につけちゃうつもりだったんですが、やっぱりちょっとね、もうちょっとなんか平らにしといた方がいいんじゃないかと。それでコメントでね、ハンマーでガンガン叩いて平らにするんだみたいな話もあったので、ちょっとやってみようということで、今チャレンジしてます。
上から見て一番鉄板のへこんでる部分ですね。そこに下からジャッキを当てましてガーッと持ち上げて、そうすると車の重みである程度、へこみがね、盛り上がったような感じになってきます。そこをさらにハンマーでガンガン叩いて平らにしていくと。まあこれもちろんね、そんな綺麗な平らにはならないんですけど、でもまあやってみたらね、まあまあやる前よりはマシな状態にはなったかなというところまで持っていけたので、まあやってよかったかなと思います。作業の種類としてはこれは自分の車だと思ったらできない作業ですね。はい、こんな感じになりました。意外とうまくいってる感じ。でもね、まあ、ロールケージの真っ平らな鉄板をここにあてがえば、やっぱりもう隙間だらけにはなるんですけどね。下から見るとこんな感じです。ちょっと鉄板を当ててみます。上からロールケージを置いて、下からこの付属のこの鉄板をあてがって、ボルトで締め上げていくと。そういうことになってます。次は前側、運転席の足元のあたりですね。今ここはね、前回穴を塞いだところの近くですが、ここも同じようにして下からジャッキを当てて叩いていきます。まあこの取り付け部分ですね、溶接した方がいいとかいろいろ話がありまして、前回の動画でね、マーさんはこのボルト止めだとボディ剛性は全然上がらないと思うっていうようなことを言いまして、じゃあ溶接した方がとかいろんな意見がありましたけれども、ただね、マーさんはボディ剛性を向上させたいわけではないです。ただボディ剛性上がらないだろうなっていう感想を言っただけで、ボディ剛性が上がらないと困るとかそういうふうに思ってるわけじゃなくて、今回ロールケージを取り付けるのは 100% 安全確保のためですね。まあこの車でサーキット走ってますけど、現状だとサスペンションもノーマルですし、タイヤもそんないいタイヤ入ってるわけじゃないので、当然ボディ剛性に不満とか感じたことはないですよね。車をチューニングしていく上で、マーさんの考え方というかね、やり方としては、その具体的な不満が出てから、具体的な不満を感じ取ってからその部分をチューニングすると。例えばブレーキの効きが悪いからブレーキを強化するっていうのは、実際、ブレーキ効かなくて困るっていうのを実感できるまではいじらないっていうのがマーさんの一応基本的な考え方なので、ボディ剛性に対して今のところね、不満を持ったことがないので、ボディ剛性を向上させたいとは全然思ってないです。はい、そんなことを言ってる間にボディをガンガン叩く作業はとっくに終わって、今またアンダーコートを剥がしてますね。このアンダーコート剥がしはなんかね、癖になるというかね、かさぶたを剥がすみたいな快感があって、ついついやってしまいますね。はい、でも、ここでやめておきまして、これでですね、塗装準備が整った状態です。結局アンダーコートは真ん中のね、後から見えるところだけ剥がしました。今残ってる部分は、まあ、シートつけたりとかすればね、ほとんど見えない部分なのでね、剥がさないです。はい、ではいよいよ色を塗っていきます。まず色を作ります。まずこの真っ白な塗料をバケツに開けまして、そして小さい方の青い塗料を混ぜて薄青にしていきます。一応青をちょっとずつ入れては混ぜて、色の感じを見ながらね、混ぜていったんですが、でもまあ結局ね、小さい方の青い缶を全部入れて、まあマーさんが思ってたような青さになったかなという感じです。いやまあそんなにねシビアに色を考えてるわけじゃないですが、まあ適当な薄い青でいいやと思ってたんですが、まあとりあえずこうして白大1缶、青小1缶で色がちょうどできたという感じですね。ペイント薄め液もほんのちょっとだけ入れました。まあペイント薄め液入れると塗りやすくはなるんですけれども、色が、止まりにくくなるというか下の色が透けやすくなるので、まあ今回はねハケで塗りますし、べったりした感じで塗っていった方が結局早いんじゃないかなと思って、ペイント薄め液はほんのちょっとしか入れてないです。
はい、ではいよいよ塗っていきます。愛車にハケでペンキを塗る。また一つね、なんか越えてはいけない一線を越えてしまったような、そんな気がしますね。ちなみにアンダーコートの部分がなんか白くなってますが、これは車塗装用のプラサフを塗っておきました。アンダーコートの上にペンキを塗ると、アンダーコートの油が溶けて、黒ずんでくるんですね。それを抑えようと思ってプラサフを塗ったんですが、ただまあ、ちょっと塗ったらね、なんかバカらしくなってきて、すごく臭いし、なんか時間もかかるので、まあ、プラサフなしでもいいやっていう気が変わって、ですからこんなね、中途半端に薄く塗っただけの状態でもう、この青を塗り始めました。あっという間にある程度の面積を塗りまして、塗ったばかりの時はね、こうして綺麗なんですけど、時間が経ってくると、アンダーコートがある部分は黒ずんできます。だからね、やっぱりアンダーコート剥がして塗った方が綺麗に仕上がっていいんじゃないのって思う人も多いと思います。アンダーコート剥がすのもね、そこまですごい手間っていうわけでもないしね。ただですね、マーさんは、アンダーコートを全部剥がして、内装も全部取っ払って、もう車内金属むき出しの、当時ね、牢屋みたいな車だって呼んでましたけど、そういう車で、名古屋から東京までね、何回も往復したことが、マーさんはあるんですが、本当にね、もう、本当に気が狂うほどうるさいんですよね。もう高速道路ずっと走ってると、本当勘弁してって思うぐらいうるさいんですよね。だからね、やっぱりね、アンダーコートを全部剥がしちゃうのは、やっぱちょっと嫌だなと思って、いくらサーキット専用とはいえね、あんまりめちゃくちゃうるさいのは嫌なので、一応今回アンダーコートはちょっと残したと。まあ残したって言ってもね、これでも十分うるさい車にはなるんですけど、まあさんなりの妥協点っていう感じですね。ですから、バルクヘッドっていうんですかね、ダッシュボード外すとその向こうに断熱防音の、シートがあるんですが、それも簡単に撤去できるんですが、撤去しません。あんまりうるさくなると嫌だから。はい、どんどん塗っていってます。自動車用の塗料と違ってこういう、なんて言うんでしょう、DIY 用っていうんですかね。こういう塗料ってすっごい色が止まるんですよね。隠蔽性が高いというか、要は下地が、色をちゃんとしてなくても塗れば下地が透けずに、もうそのペンキの色にちゃんと染まると。その色の止まり方は車の塗料とは全然違いますよね。なのでまあ楽に塗れるわけですね。あとちょっと意外だったのは、ペンキですね、白いペンキの方は実は艶なしをわざと選んだんですね。艶なしの方が塗装の粗が分かりにくいので、あとまあ、この薄い青っていうのが結構鮮やかな色なのでね、艶なしの方がいいかなと思って艶なしの白を選んだんですが、青の方は艶なしっていうのがないので、青はまあ普通の艶ありペンキなんですけど、そうするとですね、塗るとこれもう全然艶なしじゃない、艶ありになっちゃうみたいですね。もうテッカテカになってます。それにしてもこの薄い青っていう色のセレクトどうなんでしょう。マーさんは過ぎたことをいつまでもくよくよ考えてもしょうがないことをいつまでもうじうじと気にする、そんなダメな男なので、実際塗りながらですね、とんでもないことをしちゃったんじゃないかとか、まあこれはやらかしたなとかですね、もう作業が進むほどに気分は暗くなっていきながら塗っていたんですけれども、どうなんでしょうね。この車内全部天井までこの色に塗ってしまえばむしろ良かったかもしれないですが、それはまあできないので今回下だけ塗ってね、それもなんか余計に変な感じという気がしないでもないです。でもまあそんなことを言ってももう今更どうしようもない。まあ今外してあるシートとかトリムとかね、そういうのを取り付ければまた印象が変わってちょっとはまあ馴染んでくると思いますし、あとボディの外側の色ですね。今はノーマルの黒ですけど、これもド派手な色に変えていく予定なので、そうするとね、まあバランス取れてかっこよくなるんじゃないかなっていうか、まあかっこよくなってくれないと困るなっていう、そういう感じです。
はい、一応塗り上がりました。どうなんでしょう。この見切りの付け方とかね、ここで見切りをつけていいのかっていう、まあ、考えてもしょうがないのでね、これでよかったと綺麗に仕上がったと喜んでおくことにします。はい、ということでね、今回の作業はここまでです。最後にね、塗っていく様子のタイムラプス映像を見ながらお別れということにしたいと思います。今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。